大変なのだ。侍が外国の建物を焼き討ちしたって聞いたのだ。とんでもないやんちゃ者なのだ。ちょっとずんだもん、やんちゃ者なんてレベルじゃないわよ。でもあながち間違いでもないわね。今日はそのやんちゃ者元井幕末の志士であり明治政府の超重要人物井上馨について解説していくわよ。井上馨、名前はなんだか穏やかそうなのにやってることは超過激なのだ。一体何があったのだ。燃え盛る上位の炎。話は幕末、日本が外国の力に揺れていた時代に遡るわ。当時多くの若者たちは外国を打ち払うべきだっていう尊王攘夷の考えに燃えていたの。井上馨もその一人で、彼は長州藩の仲間たちと一緒に過激な活動に身を投じていたのよ。仲間たちと一体何をしていたのだ。まさか毎日集まってお茶会なんてことはないのだ。お茶会ですって？真逆よ。彼らがやったのは江戸に完成したばかりのイギリス公使館に火を放つっていうとんでもないテロ行為だったの。1862年のことよ。いえ、やっぱり本当に燃やしちゃったのだ。そんなことして捕まらなかったのだ。それがうまく逃げおおせたのよ。この焼き討ちにはあの高杉晋作や伊藤博文も加わっていたの。彼らは本気で外国の施設を破壊すれば外国人は日本から出ていくと信じていたのね。まさに炎の上位志士たちよ。気持ちはわかるけどやり方が過激すぎるのだ。でもそんな人がどうして明治政府で大事な役職につけたのだ。ずっと上位上位って叫んでたわけじゃないのだ。百聞は一見にしかず。いい質問ね。ずんだもん。ここからが井上馨の人生最大のターニングポイントよ。彼はあれだけ敵視していたイギリスにこっそり留学するの。昨日まで燃やすぞって言ってた相手の国に次の日にはお邪魔しますっていく感じなのだ。頭がこんがらがっちゃうのだ。まさにそのこんがらがるような大転換をしたのよ。井上は伊藤博文らと共に長州をすぐるいわゆる長州5の一員としてロンドンに渡ったわ。そしてそこで目の当たりにしたの。圧倒的なイギリスの国力、発展した街並み、巨大な工場、強力な軍艦、何もかもが日本とは比べ物にならなかった。漫画の世界でいきなりラスボスが出てきたみたいな衝撃なのだ。その通りよ。井上は痛感したの。こんな国とまともに戦争をしても日本に勝ち目はない。上位なんてただの夢物語だったんだって。外国を打ち払うどころか逆に学んで日本も強くならなければならない。そう考えを180度転換させたの。命がけの方向転換。留学から急いで帰国した井上は藩の仲間たちに上位は無謀だと、これからは開国するべきだと必死に説得したわ。偉いのだ。自分の目で見た真実を伝えに行ったのだ。みんななるほどって納得してくれたのだ。それがそう簡単にはいかなかった。昨日まで上位の先頭に立っていた男が急に開国だなんて言い出したものだから仲間からは裏切り者扱いされてしまったの。そしてとうとう上位派の刺客に襲われて全身を切られて瀕死の重傷を負ってしまったのよ。そんな正しいことを言ったのに切られちゃうなんてひどすぎるのだ。本当に九死に一生を得たわ。でも彼は諦めなかった。その強い意志と世界を見てきた経験が後の明治新政府で高く評価されることになるの。ダンスで日本をアピール。そして時代は明治へ。井上馨は初代外務卿、つまり日本の外交のトップに就任するの。焼き討ちした人が外交のトップに。人生何が起こるかわからないのだ。本当にそうね。外務卿になった井上は幕末に結ばれた不平等条約を改正するために奔走したわ。そのために彼が考えた策が日本の近代化をアピールすること。その象徴として建てられたのがかの有名な鹿鳴館よ。鹿鳴館、知ってるのだ。夜な夜な舞踏会が開かれてた場所なのだ。ご名答。鹿鳴館で毎日のようにパーティーを開いて外国の外交官たちに日本はこんなにも西洋の文化を受け入れている文明国なんですよとアピールしたの。かつてイギリスの建物を焼き討ちした張本人が今度は西洋風の建物で西洋人とダンスを踊って外交交渉を進めようとしたの。これほど劇的な転身はないでしょう。すごすぎるのだ。昔の自分と今の自分で殴り合いの喧嘩が始まりそうなレベルの変わりようなのだ。井上馨ってただの過激な人じゃなくて日本の未来を本気で考えた超ダイナミックな人だったのだ。その通りよ。ずんだもん。間違いを認めて新しい道へ進む勇気。
それこそが井上馨という男を、そして新しい日本を突き動かした原動力だったのかもしれないわね。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。